さあ皆さんに長く通うよく買うおなじみのお店ってありますでしょうかね。我々にも身近な話題なんですけど、この数字です。不在率、誰かがいないという。誰がいないのかと言いますとこうなんですよ。後継者がいらっしゃらないというですね。これ一次産業だけではなくて、お店とか企業の後継者、後継ぎさんがいないっていう割合が 65.7% で、北海道はこれ全国でワースト4位ということになっちゃってるんです。だからお店が行きつけのお店がなくなっちゃうかもしれないっていうことなわけですよね。そこで今日の福永探偵社は後継者探しの最前線を調査しました。さあ、帯広のお隣幕別にやってきました。今回はですね、後継ぎがおらずやむなく閉店を決めたというお店にお邪魔しようと思うんですけれども、ここもご覧ください。シャッターが閉まってますね。幕別駅からほど近い場所なんですけどもね、かつてはにぎわっていたであろうこの通りもやっぱりシャッターが閉まってますよね。こちらが今回の目的地なんですね。名前が杉の菓子店です。いや、看板からも歴史がにじみ出てますけどもね。1929年がそう1929年創業の杉の菓子店、93年もの間地域に愛されていましたが、後継者が見つからず3年前惜しまれつつ閉店しました。どうして閉店という流れになっちゃったんですか？母がちょっと倒れまして、で母がいないとちょっと続けるのが難しかったので閉店しました。長年にわたりお店を守ってきた先代の杉野さんご夫婦。実は20年以上前、どさんこワイドでお邪魔したことがありました。これが金太郎餅。これなぜ金太郎餅って言うんですか？これはバンバー競争ですごく働いた女の子で、しかし15年前、邦夫さんが他界。4年前には陽子さんが体調を崩し入院。ご家族の中には店を継げる方がいませんでした。とにかく母が命がけでやってたお店だったので、私たちがねやれたらよかったんですけど、夫も私はもう別々の道だったので、なんか申し訳ないなっていう気持ちの方が大きかったんですけど。お菓子作りに情熱を注いだ陽子さんが25年前に考案したのが猫の座布団。クレープ生地の中にスポンジと生クリームがサンドされたお菓子。当時は催事などでも売り出され、一躍ヒット商品となりました。なんとかお店を残していきたいって強く願ったのはルミ子さん。家族ですね。家族みんながオーブンとかも使えますので、お店もまだ使えるので、誰かに使ってもらいたいなって、もしくは猫の座布団も継承できたらなっていう、気持ちでした。事業をどなたかに引き継いでほしいってなった時に、まずどうされたんですか？札幌の事業引き継ぎセンターさんに相談しました。引き継ぎセンターと、はい、杉野さんが相談したのが後継者の紹介などを支援している北海道事業承継引き継ぎ支援センターです。後継者不足を食い止めようと国が全国に設置した窓口で、北海道は札幌商工会議所が運営しています。親族代承継っていうのがどんどんやっぱり少子高齢化で少なくなってるんですよね。そうするとやっぱりそのマッチング先の相手探しからお願いされるっていうのが多いかなというところですね。引き継ぎ支援センターでは後継者探しだけでなく、関係機関と連携し承継に関わる手続きのサポートを無料で行っています。25名のアドバイザーが現場に出向き、さまざまな後継者問題の相談に乗っています。そうです。レシピとか製造のことをよく分かっているのは社長とお母さんだけですね。辞めちゃうんだったらもうちょっとやれることあったら協力するしっていうので、それはもったいないな。こちらのセンターに寄せられる事業承継の相談件数は年々増加。
2023年度には10年前の7倍にまで増えました。それだけ皆さん困ってるってことですよね。そのお店がなくなると、住民もじゃあ隣町まで行かなきゃいけないってことになるので、そうなるとじゃあもうここに住んでられないのでみんな都会に引っ越しちゃいますよとか、そういった負のスパイラルに落ちてどんどんこう人口減少につながっていくと。そういったことにつながりやすいっていうのが事業承継の抱えている背景なのかなと思いますけどね。店がなくなったら街の活気がなくなっちゃう。そうなんですよね。今まさに後継者のマッチング支援を受けているという方を訪ね平取町へ。いや、すごくのどかなね雰囲気の場所ですけども、そんな中に細川商店ですね。いやー、なんだか味のある外観ですけども、いいね。行きましょう。お邪魔します。いらっしゃいませ。こんにちは。広いですね。どうもどうもどうも。なんだか懐かしい感じのするお店ですけども、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。この地区の人口は最盛期にはおよそ1230人でしたが、290人まで減少。そんな中、80年にわたり営業を続けています。今、二人三脚でお店を守っているのは2代目幸男さんと妻幸子さんです。いらっしゃいませ。この地域の数少ない食品を扱うお店のため、野菜や魚、惣菜など何でも揃います。中にはこんなものも。これ漬物袋だ。農家の人が多いですから、自分のところで取った野菜を、大根、白菜とかそういうものを大根はたくあん漬けにしたり、あとサワー漬けしたりとか。そうなんですか。私いただいて食べてます。あら、なるほどね。糸これも販売しているんですか。結構修行やる人もいたし、農家の人も冬になったら暇になるからいろんなくつるものとかしたりとか、そういうのにも使ってましたね、これ。お客さんのニーズに合わせて商品を仕入れます。そしてクリーニングの代行まで行っています。まさにかゆいところに手が届くお店。この地域は朝が早い農家さんが多いため、朝6時半からお店を開け、ほぼ休みなく営業を続けています。50年50年50年以上かな。細川商店はもうあって当たり前っていうか、なかったら困りますね。困るんで、今はまだ運転できるからいいんですけども、ね、車が運転できなくなった時、ここがないと困る。ああ、そっかそっか。そういうことにミニカップは親の代からずっとここもずっとここ利用させてもらってるし、お母さんも100歳過ぎてるんですよ。はい100歳過ぎてる。はい103歳。 103歳。はい元気ですよ。お母さんのご年齢まで把握されてるのやっぱさすがですね。すべての情報がやっぱり。やっぱりね、地元で長くやってるから、地元の人たちと密着してるから、ここは居心地のいい、みんなに愛されるお店。こういう声を聞くとやっぱりやめられないなってなりますよね。楽してあげたいと思いますもん。そうですよ。でも自分たちもやっぱ限界もあるし、本当にこう後継者。だから後継者がいて、引き継ぎができるんなら私は手伝います、ここで。幸男さんのお父さんから店を引き継ぎ49年。年々体力的に不安を感じてきました。地域のためにお店を守りたいと思っていますが、お子さんは町を出ており、後継ぎはいません。商売嫌いでないから続けたいのは山々なんだけど、やっぱりちょっとね、冬の仕入れがとっても大変で、自分たちがまだ動けるうちに、事業継承して慣れるまで手伝ってっていうふうには考えてます。3年ほど前に引き継ぎ支援センターに相談し、後継者探しを始めました。細川商店は現在どのような状況なんですか。マッチングを進めていったりですね、お相手探しを今進めているところですね。自分がやりたいことをそれにプラスさせてですね、
地域が元気になるように展開していこうという意欲ある方も増えているんですね。そうした方がこの地域に入り込むことによって細川商店の店、さらにはそれだけではなくて地域全体の活性化につながるようなそんな事業承継にしていければなというふうに思っている部分です。お店の後継者はまだ決まっていませんが、細川さんは諦めず探していきたいと話していました。一方、後継者を探していた杉の菓子店に動きが。初めて入りました正面からお店を継ぎたいと名乗り出たのは、東京で IT 会社を経営する韓国出身のヤンさん。全然これ畑違いというね、新たな事業にチャレンジしたいと北海道の食材に興味を持ち、さまざまな物件を巡る中で杉の菓子店の事情を知りました。こういった設備がちゃんと整ってっていうのはすごい良かったですね。あと広い、すごく広くて、こういった工場もあれば、店舗もある、上生活できる空間がある、すごい優しい方で、ここでもうぜひやらせてくださいっていうことで、決まりましたよね。なんかそんな日が来るって思えなかったんですよね。こう3年間片付けしてて、でも誰かに使ってもらいたいって、その整えるのだけは一生懸命やってたので、なんかびっくりしました、すごく。なんか今もなんか夢みたいっていうかなんか久々なのでこの日は3年ぶりに猫の座布団を作ってみることに。由美子さんは製造に関わっていなかったため、当時のパートさんが応援に駆けつけました。ちゃんと焼けるかなと思いまして、工程をカメラに収めるヤンさん。実は地域でパティシエを雇用し、看板商品の猫の座布団のレシピを引き継ごうと考えています。厨房も問題なく動き、無事に猫の座布団が完成しました。成功なのか分からないけどできたって感じですね。なるほど。ヤンさんもこの日初めて口にします。いただきます。美味しいです本当に。絶対レシピだけじゃ再現できない能力があると思うんですよね。レシピがあってそれを作れば誰でも同じ味出せると思ってないので、これをもとに着実にやっていくことが大事かなと思いますね。先代の陽子さんが目指した創業100年という目標。止まっていた時計が再び動き出そうとしています。続いて、ある縁がきっかけで事業を継いだ方がいるとの噂を聞きつけ、幕別のお隣帯広へ。昨年創業45年の老舗美容室を引き継いだのがベテラン美容師の宇野さんです。こちらはどういったいきさつで承継することになったんですか？もともとお店をずっと探していたんですね。新たに自分のお城を持ちたいと思いまして、で探している最中に美容組合の事務局に顔を出したら、お店誰か引き継いでくれる人いないかなっていう話から、私今探してるんですっていうふうにつながったんですね。そういう承継センターの方とかが間に入って全て指導してくれてたので、各種手続きだなんだかんだはスムーズに進んだので。先代の石田さんとはもともと美容組合でつながりがあり、長年の知り合い。ご夫婦で切り盛りしており、後継ぎ候補はいなかったそうです。もともと70で、じゃあもうそろそろうちらもいいんじゃないっていうふうな感じはありましたからね。それで彼女に知り合ってすぐということで、じゃあまた協力してくれる力、動けるだけ動いてみるかと。とっても刺激になって、一段と頑張ろうかなと、一緒に支えてこうね、行くよみたいな感じで。
石田さんの顧客もいるため、予約が入ればお店に出向き、お二人で宇野さんをサポートしています。もう大先輩からの指南をもらえて、ここ続けられてるっていうことがとても良かったかな。今そこにいるからそうやって言ってるわけじゃないですか。いや、そんなことないですよ。幕別町の杉野菓子店です。さあ、お店の奥が厨房になってるんですけど、何やらね、賑やかな様子なんですよね。おはようございます。失礼します。あらららら、なんか食堂の仕込みみたいな感じになってますけど、ヤンさん、今何やってるんですか。今チャプチェ作ってる。ヤンさんが作ってるんですか。そうですね。ここで新しくお店をやるので、地域の皆さんにちょっとご馳走したい、おもてなし。実はヤンさん、お店を継ぐことを町の皆さんに発表したいと考えていたんです。朝から地元の方と準備に大忙し。一方の杉野さんは、猫の座布団のクレープの間に挟むスポンジを焼いてます。お客様が来るので久しぶりに作って振る舞おうと思ってます。また出番がってやっと出番が来たみたいな。よかったよかった、ね、よかったよ、はい、またお店にかつての活気が戻ってきました。さあ、セレモニーが始まる時間になったんですけども、見てください。店内には地元の方でしょうかね、多くの人が集まっております。愛されてるお店だったんですね。この日は関係者や地域住民など30名が駆けつけました。ヤンさんは猫の座布団だけでなく、地元の特産品を使ったお菓子も新たに考えています。北海道のじゃがいもを生かす、スイーツを作って、それでお土産として北海道の代表するようなものを作りたい、大きい夢を持っているんですけれども。東京で長年レストランを経営するフランス人シェフとともに、これから本格的に開発に臨みます。その杉野菓子店という看板を、そのまま残しながら100年まで頑張って皆さんと仲良くなっていきたいと思ってます。この度の事業承継についてどのようにお感じになられてますか。とても嬉しいですね。この杉野菓子店2年前の3月末でシャッターが下りました。で、杉野さんで作っていたお菓子をですね、再度皆さんに味わってもらえること、すごく嬉しく思ってます。オープンは6月の予定。無事にスタートを切ることができました。とてもほっとして嬉しいです。はい、嬉しい。はい、ほっとしましたか。はい、ほっとしました。ヤンさんの形で思った形でやってもらいたいなって思ってます。韓国人、東京から来た韓国人でこの町でやっていけるかと不安があったんですね。皆さん優しくてどんどん好きになっていってるんですね。今いろんなところにいろんな国にその名前が覚えてもらえる、ところにしたいというふうに思っています。杉野さん、なかなか壮大なプランですね。調査報告。後継者不足には今さまざまなサポートがあり、親族だけでなく第三者が事業を引き継ぐことでいろんな可能性が広がることが分かりました。ヤンさん、応援してます。ありがとうございます。はい、頑張ります。頑張ります。さあ、いかがでしたか。お店の第2章がじゃあ始まるんですね。そうですよね。私もね、実家がネジ屋さんだったんでね、親父の代だけで終わっちゃったんですよ。やっぱ親族じゃなくて第三者の人にまた新しいビジネスを求めてる人に継いでもらうっていう、こういうやり方もあったんだなと思いますよね。事業継承引き継ぎセンターという窓口があることで新たな可能性、新たな選択肢につながるわけですよね。そうなんです。その事業承継引き継ぎセンター、引き継ぎ支援センターによると、お相手探しには3年から5年ほどかかる方もいらっしゃるそうなんで、元気なうちに早めに相談をするということが大切かもしれませんよね。ご自身周りでお悩みの方がいましたら、こちらのですね、センターに一度相談してみてください。こういうセンターがちゃんとあるってことですもんね。そうなんです。
福永探偵社こういう社会派なこともできるんですたくさんのご依頼もお待ちしております。